股関節が硬い方、実はたくさんのデメリットがあります。足やお腹周りがなかなか痩せなくなる。足がむくみやすくなる。体の血流が悪くなる。体全体が歪みやすい。疲れやすくなる。姿勢が悪くなる。など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 、上げ出したらキリがないぐらいたくさんあります。まずは自分の股関節が硬いかチェックしてみましょう。まずはですね、普通に座ります。軽くあぐらをかいた状態で足を思いっきり持っていきます。かかと持って。ここがですね、床と平行にならなかったら、かなり硬いです。で、さらに、ぐーっとやった時に胸につけば、ここが胸につけば、理想です。まずはですね、かかととかかとを合わせます。合わせたらぐーっとね、体、できるだけ近寄らせて、こういう感じで股関節を開いていきます。20秒やっていきましょう。この時ね、骨盤は立てた状態で行ってください。猫背にはならないように気をつけてくださいね。私もね、股関節ちょっと硬いので一緒に頑張りましょう。ですね、あんまりね、難しいこととか、きついことは言わないんですけど、呼吸を止めることだけはやめてください。しっかりね、息をしっかり吸って吐きながら、一緒に頑張っていきましょう。はい、そしたらですね、このまま体倒していきます。いきますよ。20秒です。息吐きながら、ふーっと倒れていきます。どうですかね。で、この時ね、骨盤から倒れるようなイメージです。しっかり呼吸吐いてくださいね。ぐーっとね、ちょっと自分から伸ばしに行くようなイメージです。私ぐらい全然倒れないよって方もね、全然人と比べる必要はないです。本当に。はい。次はですね、こっちの足だけ伸ばします。こっちの足はね、リラックスしておいてください。そしたらですね、この足を片方だけパタ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 させていきましょう。できるだけここ開いてください。いきます。30秒です。呼吸吐きながらですよ。ぐーっとね、右左多分ね、やりにくい方とかあると思うので、ちょっとね、やりにくい方頑張ってくれたらなって思います。でもね、やってるだけ皆さん偉いので、無理は禁物ですよ。本当ね、別に三日坊主なので、とかいうコメントとか、なかなか続かないってコメントをいただくんですけど、私からしたらもう動画見て1回でもやっただけすごく偉いと思います。だからね、1回でもいいので、やった自分をね、褒めてあげてほしいなって、私は思いますね、本当に。よいしょ。はい、次はね、こっちの足やっていきます。30秒です。よいしょ。パタ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 、息止めないでやってくださいね。どうですかね、股関節あたり動いてる感じわかりますか？しっかりね、パタパタさせていきましょう。私はね、もう本当にめんどくさがりだし、家帰ると何もやりたくないし、今日も動画撮ろうと思って8時間ぐらい撮ってるし、運動ももともとめちゃくちゃ嫌いだったので、できない人の気持ちはね、YouTube やってる方の中で一番理解できる自信があります。よいしょー。はい、そしたらですね、次はね、手はね、後ろに軽くついてください。あぐらかけますかね。かけない方はね、できる限り大丈夫です。あぐらかける方はあぐらかいてください。で、さらにいける人は、膝と膝をここをクロスさせてください。全然できる範囲で大丈夫ですかね。そしたらこのまま前に倒れていきましょう。骨盤から倒れておへそとね、お腹を潰すようなイメージです。そうすると、このかけてる方のお尻伸びると思います。ここまでいかなくても全然大丈夫ですから、自分のできる範囲でやってください。いきます。30秒です。ぐーっとね、息吐きながら、呼吸しっかり吐きながら倒れていってください。どうしてもね、苦手な種目があるよって方は、別に1種目、2種目ぐらいだったらね、全然飛ばしてもしっかり効果あるのでね、その代わりに最後まで休みでもいいので一緒に頑張っていきましょう。ぐーっとね、股関節。股関節とお尻の筋肉ってもう、めちゃめちゃ密接な関係があるので、お尻硬い人ってめちゃくちゃ多くて、お尻をね、伸ばすと。したがって股関節も柔らかくなる方多いです。よいしょ、次こっちの足やっていきます。よいしょ、30秒です。ぐーっとね。猫背にならないように気をつけてください。猫背になってしまうとね、効果半減してしまうので、ほんと骨盤からぐーっとおへそ、ここ潰すようなイメージ。私はね、ここまで倒れますけど、全然、この辺で座っちゃう方もいるんですけど、お尻が伸びてれば本当に大丈夫です。人とね、比べたりとかしないでくださいね。できないのは本当に伸びしろでございます。伸びしろあるって本当に素晴らしいことですよ。私本当に運動もう何もできなかったんですけど、もうね、何もない状態から本当に自分でもよく頑張ったなって思います。はい、そしたらですね、次は手軽く後ろについて、こういう感じで体育座りになったら、片方だけ足乗っけます。乗っけたら、ぐーっとまたね、骨盤とここおへそを
背にならないでぐーっとね、ここ近づけていきましょう。30秒です。しっかり呼吸吐いてくださいね。息だけは止めないで。で、この時もね、裏ももだったり、お尻伸びてる感じあると思います。で、この姿勢も辛いって方はね、ここの足の位置、で、調節してくださいね。こうやれば多分ね、みんなできると思います。で、余裕がある方は体に近づけてください。しっかりね、ここ、ぐーっと、お尻が伸びていれば OK ですよ。あんまりね、無理はしないでくださいね。皆さん、ほんとやってるだけ素晴らしいです、本当に。よいしょ。はい、次、こっちの足に乗っけていきます。よいしょ。そしてね、ぐーっと伸ばしてください。ここの足の位置、調節してくださいね。30秒です。しっかり呼吸吐いてくださいね。息だけは止めてください。これだけは約束です。あとはね、サボっても、休み休みやっても、でも大丈夫なので、息だけはね、できる限りしっかりしましょう。まあ、休み休みでもいいのでね、できる限り最後まで一緒にできたら効果を感じられるかなって思います。しっかりね、呼吸吐いてくださいね。ぐーっとね、そしてね、あとはね、やった自分を褒める。これもね、大事です。はい、そしたらですね、またね、曲げます。曲げて片方の足だけ伸ばしたら、ぐーっと前に倒れていきましょう。30秒です。骨盤から前に倒れるように。この時も猫背にならないで、骨盤立てた状態で骨盤をこういう、しっかり呼吸吐きながらです。どうですかね、股関節周りめっちゃ伸びてる感じしませんか？しっかりね、息吐いてください。股関節ね、柔らかくなったらね、足足にもいいって言いましたけど、お腹周りにもめちゃめちゃいいですよ、本当に。よいしょ。はい、こっちの足やっていきます。前に倒れていきましょう。猫背にならないでくださいね、ぐーっとね。やっぱね、体が硬いってね、良くないことなんです。私、これでもね、めちゃめちゃ柔らかくなったんですよ、本当に。もう結構本当に、私将来どうなるんだろうって不安になって25、6ぐらいで。それで、ぎっくり腰を25の時点で3回やってるんですよ。もう私将来車椅子かなって思って怖くなって、ちょっと徐々にアラサーになり、運動を始めたのでね、まだまだ硬いんですけど、これでもすごい進歩したんです。よいしょ。はい、次はですね、この状態から片方の足、こういう感じで曲げてください。いいですか？体はね、上半身はリラックスしてください。手とかついて。そしたらですね、こっちの足をこういう感じで、パタパタさせていきましょう。ちょっと難しいですよ。いきます。30秒です。よいしょ。なるべくね、高い位置まで上げてください。多分ね、普段しない動きだと思うので、ちょっと難しいと思います。頑張ってくださいね、皆さん。全然30秒やらなくても大丈夫ですからね。できる範囲で休み休み10秒でも20秒でも大丈夫です。約束なのはね、息を止めないことと、やった自分を褒めることです。頑張ってください。よいしょー。はい、そしたらですね、次はですね、この状態で膝を上げます。こういう感じで。どうですか？できそうですかね？いきますよ。30秒です。ここね、足はしっかりね、床について、膝上げていきたいと思います。これもね、多分ちょっと普段と違う動きなので、ちょっときついと思います。あんまり無理しないでくださいね。休み休みでも大丈夫ですからね。頑張ってください、皆さん。30秒は目安です。目標だと思ってね、全然自分ができる範囲で大丈夫です。10秒でも20秒でも。しっかり呼吸だけ吐いてください。頑張って。もう少しです。よいしょー。はい、そしたらですね、次こっちの足。こう曲げたら、足をこっちにパタパタです。できますか？いきますよ。30秒です。よいしょ。上半身はね、軽く床について、固定しておいてください。この動きね、ちょっと難しいですよね、皆さん。どうしても苦手って方はね、1種目ぐらいだったら全然飛ばしちゃってもね、効果出るので、一緒に頑張りましょう。その代わりね、最後まで一緒にね、ゆるーくね、やりましょう。よいしょ。どうですかね？なんかこの辺きつくないですか？頑張ってください。もう少しです。息止めないでね。よいしょー。はい。そしたらですね、次はここ。膝をパタパタ。で、上げるときにできる限り開いてください。いきますよ。30秒です。
呼吸吐いてくださいね。呼吸するのも大事なんですけど、吐く方がね、意外に大事だったりとかします。息を吐くことを意識しながらやってみてください。この時、速さはそんなに大事じゃないです。しっかりね、股関節動いてるなーっていう意識、そっちの方が大事なのでね、あまり速さとか気にしないでください。よいしょ。もう少し、頑張って。よいしょ。はい、そしたらですね、次最後の種目になります。足曲げましょう。片足。曲げたら、後ろに、ぐーっと。これね、どこでも大丈夫です。前ももが伸びてる感じがあれば、全然どこでも、完全に倒れる方は倒れちゃっても大丈夫です。この時に膝浮かないようにしましょう。いきますよ。前も伸びていれば OK です。いきます。30秒です。ぐーっとね、前も伸ばしていきましょう。この時にね、転がると腰痛くなっちゃう方とかもいるので、その辺気をつけながらね、自分でバランス見ながらやってみてください。皆さん今日も本当にお疲れ様でした。股関節周りね、ほぐすだけでかなり足細くなるので、最初の方にね、メジャーとかで測ってみたよとか、ちゃんとしっかり、確認できた方はね、ちょっと報告、ぜひね、コメント欄で報告してくれたらすごく嬉しいです。皆さん本当にね、お疲れ様です。よいしょ。次こっちの足です。最後ですよ。いきます。30秒です。ぐーっとね、伸ばしましょう。どうですか？前も伸びてますかね？しっかりね、伸ばしてあげてください。皆さん、頑張った自分にね、拍手してあげてください。お疲れ様でした。もう終わりですよ。で、他にもいろいろね、動画あるので、概要欄にね、ちょっとやりだすと、あれなんかまだできるぞって思うことあるじゃないですか。なので概要欄におすすめのストレッチ貼っておくのでね、ぜひそちらもやってみてください。最近ね、Twitter とか Instagram もやってるので、そちらもね、概要欄に貼っておくので、フォローお願いします。よいしょ。お疲れ様でしたー。はい、今回の動画が少しでもね、役に立ったよって方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。